どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。秋のヨガ長とさやです。噛んだね。めっちゃ噛んだね今ね。まあいいか。はい。いや今日はね、とても秋晴れの素敵な日なんですけども、はい。スペシャルゲストにお越しいただいております。いやもう超スペシャル、やばいよ。今後ろにもうほんのり今ごめんなさいこんなところでよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、藤原義人です。レンタルお絵かきをしない人という活動をしておりまして、交通費さえいただければどこでもお絵かきをしに行くよという活動をしている人です。先日ツイッターでちょっとね、めちゃくちゃバズるという経験をいたしました。世のお絵かきマンたちがみんなやってた。全員見た。多分絵を描く人っていうアカウントの方がもしかしたら最近は皆さんそうだね。見ているかもしれない。いや私もやったもん、あれなんか写真探してきて。あ、そうなんですか。そう、自分で何それ人知れずやってたの。全く聞いてないです、その話。やって、あれこうかなっつって、ちょっと途中で投げてやってしまったっていう。やりなさいよ、さやりきってないのでお恥ずかしい限りです。今日ご本人にちょっと聞きたいなと思って。確かに常に聞きたいです。ぜひいいですか。よろしくお願いします。なんでリッチな。で、そしてちょっと今日ご一緒に来ていただいているのが、はい、妻の木の実です。今日はちょっと付き添いできました。よろしくお願いします。一緒に絵描きます。夫婦でお絵かきしております。はい。木の実さんもイラストレーターで活動されてるっていうことですよね。そうです。今は2人で在宅で。素敵や。素敵や。いやいやいや。そうか、夫婦で絵を描いてるという共通点ですね。そう考えると。確かに、はい、もうそれですごくやっぱりね、親近感がすごく湧いていた。そうなんですよ。うちも実は夏目さんずっと前からフォローしてて、そうなんですよ。でしかもそれでご縁がありまして、藤原さんの著書、本の帯コメントをまさかご依頼いただくという。そう、ありがとうございます。でもあれは本当になぜこの本がなかったのかってある。そうなんですよ。コメントした通りなんですけど、我々がこうずっと前に欲しかったなっていう行き場を失った。というわけで本日のスケッチ場所に着きました。そうなんです。もちろん藤原さんと来るのであればお外でスケッチしましょうっていう、夏目さん家にあるまじきアクティブさのそうですよね。出ないんですよ、夏目さん家実は。いつも真上で描いてる定点で描いてるだけなんで、今日はちょっとだいぶ移動しまして公園に行こうかなと。ちょっとじゃあ来ました。大きい公園。どこで描くかスケッチポイント探しに行きますか。そうしよう。よし、じゃあ着きました。はい。到着しました。この後いい感じのスケッチポイント探してお絵描きしていければと思います。いいね。あるまじ。楽しいな。もう楽しくなってきた。もう楽しい。ワクワクしてきました。やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。あ、いいな、いい公園。素敵。はい。じゃあまずこの辺どこがいいか。じゃあそこにお椅子あるからこの辺。確かに。じゃあこの辺で行きます。行こうか。ちょっと。まずはちょっと藤原さんの画材を普段どんな画材で描かれているのかをいいですか。まず一つがこのシェルターケース。うわ、素敵ですね。こういう持ち運んでいて、で絵の具をですね、これチューブの状態だったら出すのがいちいちめんどくさいので、こういうコンテナ。わー、ちっちゃ。これが密閉できるんで、濡れた状態のまま絵の具を持ち運べるっていう。はい。それと筆ですね。くるくる巻いて。筆はくるくると巻いて巻きすに入れて持ち運んでいます。大体よく使うのがこのひら筆とこういう面相筆を使い分けて使っていますね。確かに結構面で塗ってらっしゃいますもんね。そうですね。これはね、ポシェードボックスっていう、ここの部分がパレットになっていて、ここがイーゼルになっているっていうものです。あとは筆線。筆線は模型用の瓶に水を入れて持ち運んでますね。あとは折りたたみ椅子ですね。なるほど、そっか。確かにどこにでも座ってすぐ描けるようにね。ぐらいかな。でも皆さんこれですよ。これだけあればお外でスケッチ楽しくできるってことですからね。はい。これスケッチブックですか。はい、これはスケッチブックです。もう最高。いつもあげてらっしゃるこれがそうです。そうです。もちろんもちろん。うわー、素敵。めっちゃ可愛いんだけど。待って、でもこれ油断するとあれだよ。もうこれ見て終わるからね今日。確かに。普通にこれ見て終わっちゃう。いや、すごい。やっぱ色がすごい可愛い。ねえ、いいですね。やっぱこういう絵の具のあったかさがすごく出てて。これは台湾。台湾。はい、スケッチですね。素敵。待って、描く。うわ、いい。変な話なんですけど、僕こういうの好きで。こっちのこういうのが好きで。本当ですか。藤原さんこっちの好きなんですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。めっちゃ線画の方好き。後で見てもらいましょう。こちらもあります。普通に後で見せてください。ちょっとそろそろ描きますか。普通になんか原画展来た日が暮れてしまいそう。確かに日が傾いてきた。まずいまずい。本当だ。よし、それでは描きますか。描きますか。それではレッツお絵かき。レッツお絵かき。イエーイ。
ゲスト会なのに夏目さん史上いっちゃん緩いわ。そうなんやっかぱこの外の暖かさがさ、ね、そうさせるね。でもみんなでなんかもう暖かくて眠たいとかって、そうね。普段でもご依頼いただいてお絵描きされる時ってめっちゃ話したりとかするんですか？話したりとは絵を描きながら。絵を描きながら、私たち本当にやかましい人たちなんですけど。もうなんか話したかったら話しますし、なんか静かにしたい人もいますし、本当になんかそれぞれですね。なんかもうその人に合わせてるって感じです。美容院スタイルなんですね。確かに。はい。美容院スタイル、そうだ。相手に合わせて、相手が喋り出したと思ったら、こっちもちょっと喋り出していくっていう、そういうスタイルでやらせていただいております。じゃあ喋りますか。はい。じゃあ夏目さんちぐらい喋って。夏目さんちスタイルでね。待ってむずい。ハブ系画とか夏目さんちで初めてやるからさ。むずすぎる。ね。今回は風景画というよりもスケッチですもんね。そう。何描いてもいいみたいな。そう、何描いてもいいんですよ。外で楽しくお絵描きしましょうの回なんで。そういうでも私固定概念にとらわれがちだからさ。そういう。先にさ UFO とか描いとけばいいのかな。先に UFO とか描いといて。スケッチしてないもの描く人なかなかいないけど。なんかそういうのもあり。そう半々ぐらいでやってますよみたいな。なんかスケッチって言ったらスケッチの時間になっちゃうし。そう。高校生の時に美術部の合宿で行った以来かもしれない。こういうの描くの？そう。すごいもう。後ろから見ちゃう。もちろん。すでに機能。なんかもう始まってるって感じ。始まってる。これ漫画表記の全部に点がついてるやつ。待ってすごい。待って私見入っちゃうな。宮原さんの画面見入っちゃうな。恥ずかしい。なんかすごいドキドキしてきた。楽しいよねやっぱ。ドキドキ。一緒になんかてかさ、さや以外の人と絵描くことあんまないね。まあ当たり前なんだけど、多分レンタル絵しか描かない人っていうのってそういう意義がすごいあると思ってて。そうなんですよね。絶対一緒に描かないじゃないですか。子供の頃学校のクラスなんか端っこに集まってとかはあったけど、この年になっちゃうとないわよね。待って見入っちゃう。いっか。諦めた。描け。いいですね。なんか外で描くこと本当にないんで、すでに楽しいですね。紙の上に虫が乗ってくるんですね。外で描くと。そうなんですよ。風がすごい時とかもありますからね。よかったね。はい。今日は本当にね、凪なので。確かにすごいこうスケッチ日和ですね今日。そうですね。この間北海道の礼文島っていうところに行ったんですけど、はい。もうその時はそれもそのお仕事というかそのレンタル。そうですね。レンタルお絵描きしかしない人で行かせていただいたんですが、その礼文島っていうところは北海道の稚内っていう北海道の一番北の端っこにある、まあそこから港から船に乗っていくところなんですけど、はい。風がめちゃくちゃ強くて、もう本当に晴れてるんですけど、天気はね今日みたいな天気なんですが。台風の中にいるような風の強さ、だってもうその中で描いていたので、もう髪がもうすごい暴れてそんな状態で宿敵ですよ本当に。嵐の中で描かれた絵っていうのも、でもそれはそれでいいですよね。そうですね。結果論ですけど、まあでも晴れてたので、でも風は強いんですけど、晴れてるんでなんか絵からはそんなにその風がめちゃくちゃ強いっていうのはそこまで伝わらないんですよ。そう確かにこれでも人に話した時にこれマジ風やばかったっていうそうなんですよね。思い出込みになるのもいいですね。物と一緒にその経験が残ってるのもやっぱりゲイさんいいよね。やっぱ外はいいよ。ゲイさん外出なよ。すごい嫌そうな声出したね。この男外出ないですよ。せっかくなんで、でもさやさんはみんなが一番最近やった藤原さんの感覚を身につけるべきなんじゃないですか。それ本当に身につけたいですよね今日ね。身につけたい。源さんもなんですけど、すごい人事みたいな言い方しちゃった。そう相対的にね描くっていうねことを、全体を見るんじゃなくて、こう隣り合ってる色を見るっていう、やって見てってとこまで来たの。でも完成しないの。なぜだ。なんでだ。そこまでやったの。来る。この先にいるって感じになったのに、本当にそのが合ってたのかどうかも今日教えていただきたいなと思って。まあでも合ってますよ。合ってます。やったー。正解。やったー。自己肯定感が。言ってだからあれを見てこう書かなきゃいけないって思っちゃわないで、自由に置いていいんだよっていう方ですもんね。そうですね。なんかもう本当にヒントなんですよ、あれって結局。だからあれを見て全然分かんなかったっていう人とか、これが分かんないから自分には才能がないっていう風なコメントをいただいてた方もいたんですが、なんかあれが誰しでもが分かるっていうことを書いてるわけじゃなくて、私だったら単にこういう風な選び方をしてるよっていうことを書いていて、たまたまそれがその人にとってなんか欠けてたピースなったのかもしれないですし、そのピースが埋まった時に
ねうまく描けたっていう感覚の人がいたっていうだけかもしれないので、なんかあれが全然正解とかなんか間違ってるとかなんかそういう話ではないので、もしかしたらそれがねなんか、一つのピースになってるかもしれないってだけの話ですね。結構普段、僕たち絵としては線に頼る絵を描いてることが多いので、まあてかまあイラストというかキャラクターイラストが多いっていうのもあるんですけど、どちらかというと線から入ることがね、多いから、ああいう面で塗るというかペタッと塗っていって表現するっていうのって、なんかどこかで身につけたら絶対一段上がる技法だなって思ってるんですけど。確かになんか時間はでもすごく短縮できますよね。線画ってどうしても描くの時間かかるので、私もイラストの仕事をしてる時は結構線から描いてる時が多かったんですけど、やっぱすごい時間がかかるなと思って、だから面で描けるようになったら面を元に線を描くこともできるので、そういう意味ではすごく時間短縮にもつながる技法だろうなとは思いますね。多分なんですけど、藤原さんが本格的にイラストの活動を始めたタイミングと夏目さんちが YouTube を始めたタイミングがおそらくほぼ一緒で、そういう意味でも勝手に親近感があったっていうのが書籍を読んですげえ感じてて、なんかあの時期ってなんかなぜかちょっとそういうムーブの人が突然出てきたなっていう時期だったなと思ってて。そうですよね。なんなんでしょうね。まあコロナ禍もやっぱありましたもんね。リアルな動きが制限されて、その中でできることは何なんだろうとか、なんかいろいろありましたね。でもそのイラストに、ちょっと本を読んでるって僕たち知っちゃってる部分もあるんですけど、そのタイミングがイラストを始めようみたいな、なったっていうきっかけって何だったんですか？もともとずっと絵は描いてたんですが、就職してもう完全に絵を描かないという時期があったんですよ。それがもう4年間ぐらいずっと絵を描かずに、普通に会社でお仕事をしているっていうことをしていたんですが、ある時ですね、妻が、今ちょうど横でお絵描きしてるんですけど、絵を描く人なのでたまたま iPad を買ったんですね。プレゼントしてくれたんです。そう妻になんか絵を描いてもらおうと思って iPad を購入したんですけど、それが使ってみたら意外と楽しいっていう風になって、そうなんです。取られちゃった。そうプレゼントしたのに私のはみたいなハマっちゃったんだ。そっか。だからそれまでは全然絵描いてなかったんですけど、絵を描くことを再開しようと思って絵を描き始めたっていうのがきっかけで、なんかそのタイミングで就職して仕事をしていたんですが、仕事もね朝から晩までって言ったら普通の仕事なんですけど、でもそうですね。なかなか合わないことをしていたのでメンタル的にもしんどくなってしまって、だったんですけど、そのタイミングで京都アニメーションの事件があったんですよね。ちょうどね。確かにその時期。でやっぱ京都アニメーションの作品っていうのはやっぱ私が高校生とか大学生とか、そういった青春時代を彩ってくれた作品を作ってくれたスタッフがやっぱたくさん所属されているスタジオだったので、そのスタジオでねああいった悲惨な事件が起こったにもかかわらず、やっぱその時の自分っていうのはもう絵も描いてなかったですし、なんかすごく適当に人生を送ってるなみたいな感じがあったんですよね。物を作れる人間っていうのがちゃんと物を作れるっていうことが被害に遭われた人たちへの供養になるんだよっていうことをなんか書かれてる方がちょうどツイッターにおられて、そうだよなとやっぱ思って、じゃあやっぱりね先ほど手に入れた iPad もあるし、それまでやっぱ描いてなかったですけど、でもやっぱり少しはね描けることだったので、じゃあそこからちょっと絵を再開してみるかっていうことで絵を描き始めて、でかつ仕事も辞めてイラストレーターとして仕事を始めたっていうような感じですね。始めた時期って手探りじゃないですか。その手探りの時期をどう乗り越えたかみたいなのって結構うちも質問いただくんですけど、視聴者さんから、その辺ってどういう感じでやってました？でも意外と結構やってたらなんとかなるっていうところでしたね。深く考えすぎないというか、変なことをしないっていうのが結構大事かなと思ってて、っていうのも私が以前の仕事で営業職だったんですね。そうなんですね。そうです。お酒のお酒を販売して飲食店さんにお酒を卸すっていうような仕事をしていたので、じゃあ本当に全然違う。そうですね、分野からだったんですが、営業って自分の趣味をそのまま相手に伝えるんじゃなくて、相手が欲しいものを相手に提案するっていうのが仕事なので、一方的にこちらがしたいことっていうことを押し付けるってことはできないんですよね。でもこう飲食店さんとかお客さんとかの求めてるものっていうのは、そこまでいろんな飲食店さんもありますし、いろんな課題もあるんですけど、そこまで多分大きくは違わない。
でそれってやっぱイラストとかも一緒だと思うんですよ。クライアントが求めてるイラストってなんかそんなに多くはないはずなんですよね。いろんな種類の仕事もあるし、どんな風に使われるかとか、どんな風な媒体なのかとかいろんな仕事はあるんですが、なんかやっぱりちゃんとしたことというか正しいこと、はい、をしていたら問題ないかなっていう風に思ってたので、そこをなんかだからあんまり外さないようにやってきたっていうのはなんかあるかなと思いますね。すっごいいいお話聞いてるのにすごい量のトンボが私についてくるんですよね。絶対知らない間にトンボ止まってたと思う。私の背中に。それもだから外のスケッチの醍醐味ですよね。そう、虫が止まる。それがなんか楽しいんですよね、そういうのが。ああ、そう、トラブルっていうか。そうですね。なんか思い通りにいかないことの方がやっぱり多いんで。それで言うと夏目さんちの企画もちょっとそういうところに通ずる部分があって、思い通りにいかないような企画しか取ってないんで、基本的に何か縛りを課した企画ばっか取ってたそのタイミングのランダム性みたいな。普段やらないことやり始めたりして意外と楽しいなみたいな。まあ本当にね、外でスケッチするっていうのはそれの極致かなっていうところではありますね。ゲンさんセロトニンこれで作りなよ。あ、この今のこの状況で。そう、ゲンさんだってさセロトニン足りてないじゃん。幸せじゃないから。なんてこと言うの。幸せじゃない。幸せだよ。パワードすぎる。幸せだよ。大丈夫？私心配よ。でもマジで初めてかもしれない僕。外で風景を描くのって僕初めてかも。このコラボだからこそ。ね。絶対にありえなかったですよ。今まで外で描くって。描けた。めっちゃ素敵。もうすでに。すごい。あ、素敵。褒められちゃった。いい色の空がもう。楽しいこうやってお話ししながら。外ででも本当に描く文化っていうのは日本の方は特にそうだと思うんですけど、あんまりないな。まあ気候がねやっぱりいい時期っていうのがすごい最近限られてるので、はい、もうね今はすごくいい時期なんですが、夏は暑いですし冬は寒いし、はい、雨も多いですし、外でスケッチするっていう文化っていうのがそこまでやっぱり大きくはないんですが、海外とかの方だったら外で描くっていう文化は結構多いらしくて。そうですよね。なんかそういうイメージは確かにあるんで、日本って独特なんですよね、その気候が。そう考えると。いやなんか映画とか見てて外にクッション置きっぱなしのすごいリッチなベランダとか出てくるじゃないですか。あれって日本だとクッション出し入れしょっちゅうしなきゃいけないけど、多分雨がほとんど降らない地域だから外にクッション出しておいても、あ、今日数日ぶりに雨だな、今日だけ回収しておこうみたいなぐらいの頻度でいけんだろうなって思ってて、これ前私動画でも言ったんだけどクッション出し入れ師がいるんじゃないかっていう。金持ちの家には。それはスケッチ界隈にも関係しているってこと、わかる？飛躍したね今すごい。私はそういうところに気候の違いを感じているの。なるほど。なるほどって言ったけど、すごく思考がフリーズしてましたよ。私も優しいなって思いながら聞いてました。そう思うこと言うんじゃないよ。この動画一体どういう動画になるのか全く想像つかない。初めてですからこの感じ。いやでもいいじゃない？何年目？今年で。8年目かな。8年目でまだ新しいことがあるってさ、嬉しい。なんか逆に言うとお絵描きチャンネルなのに8年もやってて一度もスケッチしてないんだ君たちって感じですけどね。だからそれぐらいなんかスケッチって勝手にハードル高いものだったんですよね。でお外でね、そう出るのがゲスちゃん嫌いだから。まあそういうこと言うとなんか気まずいんだけど、嫌いというか出るっていう手間を惜しんじゃうっていうか。外で描くの照れちゃう系 YouTuber だったのもあり。そうですね。でもこんだけ人がいなければ全然ご迷惑にもならず楽しくスケッチね。そう今日本当にスケッチに行くコツは何ですか？心意気というか。そうですね、失敗しても大丈夫っていう気持ちで、なんか特にやっぱり作品を作るとか仕事で絵を描くとかそういうことではないので、どんな風に描いてもいいよっていう風な気持ちで臨むのが一番いいかなと思いますね。だから今回は今は絵の具で描いてるんですが、普段はペンで描くとかポケットに入るサイズのスケッチブックとミリペンだけでスケッチをするっていうこともあるので、そういったスケッチをする時なんかはもう本当に気軽にスケッチできますし、ちょっとしたなんか旅先での思い出描くとか、近所のちょっといいなと思うものを描くとか、自分が好きなものを描くっていうことを楽しむことができるのでとてもいいですね。家の中で絵を描くってなると自分の好きなものしか描かないじゃないですか。確かに。自分の興味のあるものとか自分が描いてみたいなって思うものしかやっぱり描かないんですが、外に出ると自分の興味とは違うものを描くことができるので。確かに。それができるとそうなんですよね。確かに。引き出しが増えると自分で絵を描くときにもアイディアの幅とかもやっぱ広がりますし。確かに。お仕事とかでじゃあ描かなきゃいけないってなった時への心のハードルも低くなりそう。そうですね。あの時描いたなみたいな。そう。大事だな、そう考えると。見てうま。素敵。あ、綺麗。自己肯定感高くてびっくりしてる。素敵すぎる。
もしかしてこのレンタル絵しか描かない人っていうのは自分が描いた絵をその場で見て感想を言ってくれる人がいるってことですもんね。そうですね。そういうことですね。そう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 、本当に結構絵って描くの孤独って思ってる人も多いじゃないですか。あ、そうね。てかもうそれこそいろんなさ作業仲間募集とか、確かに最近なんかほらそういうアプリあるの知ってる？ゴッホだっけ？なんか VR じゃないけどなんかそういうバーチャルルームみたいなの自分で作って自分で好きなアバター作ってでそこでなんかこうみんなで通話つないでこう作業する用のアプリがあるって聞いてやりてえってなってる。楽しそう。友達欲しいって。待って木が1本。そうね木が1本ね。やっと喋ってんのいらなそうだね相手でもご夫婦でイラストレーターって普段なんかどんな会話されてるんですか？なんでどういう質問？確かにどうなんですかね。我々ってどっちかっていうとめっちゃオタクの側面が強いんで、結構こう映画の話、漫画の話、ゲームの話とかが結構多いんですけど、野球？野球の話ねしてる。野球が共通の趣味なんですよ。そうなんです。なんか付き合い出したきっかけも、なんかプロ野球が好きって人が言うので、それに私が一緒に観戦行くようになって。そうなんですね。もともとは興味がなくてってわけではなく、それでもなく多少やんな。多少私お兄ちゃんとかがずっと野球やってたんで、じゃあ野球はすごい身近な環境だったという。そうです。でもプロ野球は見たことがなくて実際にでそれで連れてってもらったらすごいハマって、そこからほぼほぼ野球の話ばっかりかもしれないけど、やっぱいいですね。共通の趣味としてあると。今日も来る時あそこマリンスタジアムやで。確かにそうだ千葉ってそれか子供の話かな。そうなんかお子様が夏目さんちをすごい見てくださってるって聞いて大好き。ありがとうございますすぎる。もう本当にいつもピコンピコンでなんかオープニングの音楽が流れてきて、また見てるみたいな、一緒に見る。ありがとうございます。そもそもうちにその帯コメントの話をいただいたじゃないですか。藤原さんいつから夏目さんって知ってたみたいなのってあるんですか？なんかそうですね。やっぱクライアントワークしてた時なので、2021年ぐらい、今なんか外で描くってことをしてるんですけど、なんかその時はずっとやっぱ家にこもりきりで絵を描いていたので、やっぱそうなると YouTube とかね、作業動画が欲しくなって、その時に知ったっていう感じですね。ありがとうございます。だから斉藤直樹さんとかは2020年とかからですよね、多分スタート。9年かな。そうですね。ちょっとうちの1年半後ぐらいだったと思うんですよね。だからそれぐらいの時期になんか斉藤直樹さんを見るとなんかこうおすすめで流れてくるので、確かになんかその流れでしたっていう感じですね。うちはちょっと本当に夫婦でやっぱイラストを描いてるので、もう夏目さんちはすごい目標にしていて。リスペクト。そうリスペクト。そうだ。すみません、昨日とか食べっぱなしのお皿を自分のデスクに放置してしまってすみません。何の告白を言わなきゃバレんことなぜ今大丈夫。そういう面もね。そういう面も。絵を描いてる人は二極化してる。すごいしっかりしてる人とすごいしっかりしてない人を二極化してると思ってる。夏目さんちはその組み合わせだから。でもゲンさんもどちらかというとものすごくダメな人だから。だからその側面を持ってっても成り立たせれるっていうのに憧れてます。なるほど。私自身もすごい全然ちゃんとしてない人間なので。でもやっぱそのなんかツイートとか言うとまた世代になっちゃう。ポストですね。無理なんですよね。ツイートから逃れられないですよ。ツイッター現 X って言えばいいんだよ。言いたくないそれを私は。わかる。でもおっしゃってましたよね。そのできないことを捨ててみたいな。そうですね。もう本当に選ぶっていう。そうなんですよ。だから今外で描いてるのも、結局やっぱり家だと集中して絵が描けないので、自分のね気を散らしてしまうものもたくさんありますし、子供もやっぱりいるとどうしてもなかなかずっと家の中で仕事をしとくってわけにもいかないので、今マンションの1階に住んでるんですけど、そこがすごく廊下に面していて、ずっと人の声が聞こえてくるんですよ。誰か通ってる。そう、誰か通ってる。他の階に住んでる子供たちの声とかも聞こえてきますし、賑やかだ。そうですそうです。ピンポンも来るもん。そう、ピンポンも来るし、私は本当になんか一つのことが全然できないんですよ。そうなんですか。もう飽きちゃうすぐに。すぐ飽きちゃう。そう。ゲンさんと一緒じゃん。ごい一緒ですね。本当ですか。ゲンさんもすっごい飽き性で。本当に飽きちゃうんですよ。一つのことができなすぎて。すべてを同時進行でやるんですよ。だからこの男。だからすごいなと思って、なんかその動画をずっとでも上げるっていうタスク、一つのことじゃないですか。それもそれで。まあ確かに一つのことを続けるのが苦手とおっしゃってますけど、絵を描くことは
大丈夫ってことなんですか、その中で言うと。そう、絵を描くことはできるんですよ、でも描けるものが変わってくるっていう感じで、はい、キャラクターとか描いてたら飽きてくる、じゃあまた別のものを描いてみよう、動物描いてみよう、あでももう飽きた、もうやめよう、じゃあ風景描こうと思って風景描いてみよう、デジタル描いてみよう、飽きた、じゃあ絵の具で描いていこうみたいな。その過程でどんどんいろんな技法と対象物が増えていくっていう。すごい。確かに。でもなんかこう形にならないって感じですね。なんでも。でもそれでここまでこうやってきて、今ね形になって生活になっているっていうのがすごいですね、やっぱり。もう不安だらけやんな。なんか家ではねはーんってなってるはーんってなってる時とやるぞって時のギャップがすごいよな。ギャップがすごい。あ今日元気だみたいな。あります。やっぱり多分多かれ少なかれみんな何かをやっていると、作ってるとそういうメンタルの動き方するんだろうなって今すごい思いました。そういう時あるんですか？ありすぎますね。ありすぎる。ありすぎる。心当たりがありすぎるって感じで、うちも本当にメンタルの上がり下がりが激しくて、ジェットコースタータイプのアトラクションなんですよ、本当に困るくらい。もうディズニーランド行かなくても大丈夫ですね、じゃあ。大丈夫ですよ。高低差だったら負けねえぜっていう感じで。自分どこ描いてんだ。スケッチしてると確かに自分がどこを見てるか一瞬分かんなくなる。そうなんだよね。写真とかだとさ、これを描くためにこの写真がありますだけど。風景スケッチのその空間の構造を決めるコツとかってありますか？そうですね。見せたいもの、この絵の中でこの部分が一番なんか見せたいっていう主人公をやっぱ決めてあげることかなと思いますね。これはやっぱキャラクターの絵とか描く時とかと一緒だと思うんですけど、この今見ている風景とかだったら秋になって色づいてきたこの紅葉の木がやっぱり目立つなと思ったので、それを描きたいなと思ったので、それを目立たすにはどういう風に描くのが一番目立つんだろうなっていうことを考えながら描いたりしますね。主人公を決めるって大事ですね。確かに。何でもそうですよね。スケッチになると急にその視点を忘れちゃうな。確かに、物語を描くときには絶対主人公を決めるのにね。そうそうそう。てかもうイラスト描くときもさ、全部そうじゃんね。そうこのキャラを描きたいっつってこのキャラを真ん中にドーンって描くみたいなのをやるのに、どうして人間は愚かなんでしょう。広いな。意外とこれ皆さん全員違う画材使ってるってことですかね、今現状。そうですね。今藤原さんが使ってらっしゃる絵の具は、これはどこのメーカーの何ですか？これはガッシュという不透明水彩絵の具なんですが、ウィンズ&ニュートンっていうメーカーのものを使っています。水彩絵の具っていうのは、大きく分けると2種類あるんですが、透明水彩絵の具っていうのと、不透明水彩絵の具っていうのがあって、このガッシュっていうのは不透明水彩絵の具っていう名の通り、ふわっとした感じというよりかは結構マットな感じに仕上がるんですよね。だからベタっと塗ったような感じなので、油絵的な表現もできますし、水彩絵の具みたいな表現もできるっていうような絵の具ですね。よく聞かれるのが、アクリルガッシュとどう違うんですかとも聞かれるんですけど、その辺って結構なんだって思いますよね。一見紙に定着するバインダーって言われる定着剤が違うんですが、アクリル絵の具は一度乾燥してしまうと水に溶けないんですが、この不透明水彩絵の具ガッシュは一度固まってしまっても水にまた溶かすことができる。そうなんですね。そうですね。そんな絵の具ですね。だから外で絵を描く時なんかには、アクリルガッシュだったらどうしても固まってしまうと、描けなくなってしまうので、ちょっと不便さを感じるんですが、このガッシュは水でまた溶けるので、固まってしまっても描けるっていう利点があるので、外で描く時にはすごい便利な絵の具ですね。すごいわかりやすい。よかったです。ありがとうございます。そう、でも本当にめちゃくちゃ聞かれるんですよ。どんな画材使ってるんですかって言われて。でもやっぱ憧れの方とか、あとはこの人ねうまいなって思ってる人の画材を使いたくなるっていうのが絵を描く人のみんなの気持ちではありますよね。やっぱね。でもこのねガッシュ不透明水彩絵の具は画材屋さんでもあんまり売ってないというか、売ってるんですが、透明水彩絵の具の端っこに追いやられてしまって、ちょっとマイナー画材っぽい感じになってしまってるので、だから画材屋さんに話聞いてもやっぱりあんまり動かないですねみたいなことを言われるんで。私もそもそも今アナログ画材が、いやそうなんですよね。アナログ画材がそもそもですよね。そうなんですよね。でも私も絵の具で描き始めたのこんな偉そうなこと言ってますけど、本当この4月ぐらいからなんですよ、今年の。そうなんですね。そうなんです。さっきのちっちゃいスケッチブックのあれの1ページ目が最初かな。そうなんですね。そうなんですよね。なんか知ってるイラストレーターの方がパレットを 3D プリンターで自作していて、パレットを 3D プリンター。そう。かっけー。そうなんですよ。名刺ケースあるじゃないですか。100均とかで売ってある。その名刺ケースに入れることのできるパレットを作っていて、でそれ最近なんか販売開始されたんですけど、それをいただいたことをきっかけで絵の具で描くっていうことを始めて。そうなんですね。はい。そしたらなんか思いのほか楽しいやんってなって、それでなんかいろいろ活動の方向が変わっていったっていう感じですね。素敵なきっかけですね。そう。ドハマり。
ね、でも光が本当になんか描き始めた時と全然違う。そう変わってる。お前さっきそこに影なかったじゃんみたいなのが生まれてますね。くれてきてる。くれてきてる。面白いな。そうなんですよ。結構海外のやっぱでもアニメーションスタジオで働いてらっしゃる方なんかは光と影をやっぱり捉えるっていうことをされるので、外でスケッチされるってことをめちゃくちゃライフワークにされてる方多いみたいですね。はい。イエーイ。できたことにしよう。イエーイ。じゃあ私もできたことにしよう。助けてくれ。助けてくれ。SOS が。そうやっぱなんか絵を描いてるとどうしてもこうね、なんか追われちゃうっていうことが結構あるじゃないですか。仕事で描いてるとかだったら分からなくもないんですけど、好きで描いてて趣味で描いてるはずなのに全然楽しめないとか、なんか描くのしんどいなとか、人と比べてどうのとかね、そういうことばっかり考えてしまうの。まあそれはそれでなんかモチベーションになるんかもしれないですけど、ちょっとやっぱ辛いなっていうところもあるので。そう思います私も。まあさやも結構油断するとそのさ、私はつらつらのつらになりやすい。人と比べて描いちゃうがちなことはよくあるね。そう比べちゃうタイプではあるんだけど。も結構うダメだもう辛いけど。やばい楽しいって言いながら描いてるから。一緒やんな。一緒や。やっぱみんなそうなんですね。ねえ見てゲンさん、私の絵素敵じゃない？素敵だね。なんで今日こんな自己肯定感高いの？そうスケッチするとでも自己肯定感高くなるんですよ。あそれはそうやっぱそうなのかもですね。色ちょうだい。色ちょうだい。ポイントをね。いやそれができるのも。この一緒に描いてるとそうお互いに色を盗め合うよ。色ちょうだいってめっちゃ素敵。じゃあ私ゲンさんの色いらないや。こういうこともあります。でも本当になんかやっぱみんな同じものを描いてるはずなのになんか全然違う絵になるんで。本当ですね。それが面白いですね。使ってる色も違くなってきて。そう難しく考えるんじゃなくて、本当にその見えたものをどう描くかぐらいなことで考えてしまうっていうことができるので。確かに難しく考えない描き方がみんなできたらいいのになってちょっと思いますね。なんかこうしたらいいよって言ってたはずなのがいつの間にかこうしなくちゃいけないみたいな風になってしまうっていうのが。別にそれを最初に言ってた人もそんなつもりで言ってないんだけどなみたいな。別にそこまではみたいな。そうあくまで一つのガイドラインですよみたいなところがこう呪いになってしまうこともあるんだね。そうお綺麗。あいや素敵素晴らしい。めちゃ素敵。いい。めちゃ綺麗。いやなんかスケッチって感じのね、あったかい。これはポイントはどこですか？そうですね、これはやっぱり秋のね、はい、紅葉が色づいてるってほどでもないし、色づいてないってほどでもない、このなんかちょっと秋になりかけの雰囲気がすごいいいなと思ったので、そこをちょっと描いてみました。奥に届いてる光のこれめっちゃ好きです。このオレンジ。このオレンジがいいです。すごい。そうなんですよ。ここにオレンジこれ置いていいんだみたいな。いやそうこのオレンジがすごく綺麗。このやっぱオレンジって写真だったら写らないんですよ。確かにはい、目で見てるからこのオレンジで描こうっていう風な気持ちになれるんですけど、なんか写真だったらどうしてもこのオレンジっていうのが白く処理されてしまったりするので、それをね描こうと思えるっていうのができるので、外で描くのおすすめですね。楽しいですね。ありがとうございます。おすごい。僕もなんかわあ、こっちの完成見てなかったな、そういえば。なんかこれです。こんな感じの。あそこだ。そこですね。本当だ。木をちょっと両手を広げてるみたいな木。木さんめっちゃ綺麗。こちらちゃんと青水だよ。秋の色になってる。秋の色にしました。めっちゃ鮮やかな色やね。絵の具の色をもらいながら。横から色泥棒が。色泥棒された。いやでも僕木を描いたの初めてですね、ちゃんと。木を描こうと思って木を描いたの初めてかもしれないです。確かに。普段なんか変なドロドロしたやつとか、メカとか、メカっぽいのとか、自然物を描かないんですよ、普段。あまり。下に普段の自分だと多分なんか訳あったようなセーラー服の女の子描いちゃうんですよ、普段だと。そう。でもそれを描かないっていうのがすごい突然地域の放送感で放送もながら始めましたけど、はい、こんな感じですね。素敵。色ついたタイミング良すぎて。めっちゃいい。そしてさやは？あ、すごい、めっちゃいい。素敵。こんな感じですね。はい。葉っぱの緑が綺麗だね。葉っぱの緑綺麗。ここから影の色がすごいなんか綺麗。ありがとうございます。いやでもなんか全員違う感じでやっぱ面白いですね。ね、面白い。これ並べるとやっぱなんか全然なんか違いがよく分かっていいですよ。はい、ちょっと今回今みんなで描いたやつですね。ずらーり。いやすごい。ね、いや同じ。
同じ場所でほぼ同じ場所を描いたのにこんなに違くて楽しいね。はいはい、ということで今回すごいふわふわした楽しい動画になったんですけど、いや本当今日わざわざこのために神戸から来てもらってるんですごい今日は楽しい日になりました。ね、楽しかったです。ありがとうございましたありがとうございました。はい。で藤原さんのいろいろ本とか今ノートとかもねやってらっしゃるんで、それは概要欄に記載してるので、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。お二人もなんかこれを機にちょっと外でスケッチするのをたくさんしていただいて、はい、めっちゃしたくなりましたね。動画見ていただいてる方もぜひよかったら、はい、スケッチ楽しんでもらえたら、はい、嬉しいです。はい。いい日だったな。なんかな。そうなんかスケッチすると本当にいい日だったなって。いやなんかやっぱ一日なんか何かあっても最後スケッチしたらいいかもしれないですね。そうなんですよ。確かに。何描いてもいいんで本当にこんな風景描かなくてもいいですし、私もよく妻をよく描いてるので。描かれます。はい。そうなんですね。こうやってしてるとこ描かれます。そうです。さっき新幹線の中で。私ですね。今日ですか。今日です。すごい通路側の席に座っていたということがすごくもうわかる。そうです。めっちゃいいですね。これは何で書いてますか？これは筆心地ですね。筆心地。はい、筆心地。筆心地。筆心地。お気に入りの呉竹さんの。そうですね。おお、サインペンなんだ。はい、筆ペンとサインペンの合いの子っていう感じで、本当にいろんな線が描けるっていう外で描くときにはすごくおすすめの。やっぱなんかこうスケッチブックを作ってこうやって書いていくっていうのが記録にもなっていいですよね。そうなんですよね。しかもこれだったらさ、ちょっと絵の具は少しハードル高いなって思ってる方もノートとペンだけでできちゃいますもんね。ポケットに入ります。このスケッチブックおすすめなんですよね。これはどこ？はい、このスケッチブックはターレンスのアートクリエーションスケッチブックっていうスケッチブックなんですけど、サイズもこのサイズとこの大きなサイズ、はい、他にも横長のサイズですとか、これの半分のサイズとかたくさんのサイズ展開されていて、はい、色もねこれ黒なんですけど、黄色とか赤とか水色とか緑とかいろんな色があって、そうこれそうなんですよ。でこのスケッチブックだったらサイズ的にも普通に服のポケットにも入るので、非常におすすめですね。ちょっと動画で今度やろうかな、スケッチ生活。スケ活？ぜひぜひ。いやありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれはなんか絵を描くのちょっと疲れたなみたいなね、思ってる人にもおすすめのなんかいろいろ方法な気もするので、そうですね。本当にやっぱり癒されますね。ということで本日スペシャルゲスト藤原さんとそして木南さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。この後ご飯に行って色もっとね掘り葉掘り聞きます。そこ動画撮る。やばい。